国際交流基金賞は学術・芸術その他の文化活動を通じて日本と海外の国際相互理解の増進に貢献し、引き続き活躍が期待される人物や団体に贈られる賞です。国際交流基金設立の翌年である1973年から始まり、これまで個人と団体を合わせて延べ200以上の方々が受賞してきました。52回目を迎えた今回の2025年度国際交流基金賞は、カナダの映画監督アーキビストであるマーティ・グロス氏と、釜山外国語大学校教授である日本語教育者のジョン・ギヨン氏の2名が受賞されました。ジョン・ギヨン氏は30年以上にわたり韓国の高等教育機関で日本語教育の研究と実践を牽引してきました。教育者、研究者、大学経営者として多方面で活躍し、釜山外国語大学校では日本語専攻を学部レベルへ昇格させ、日本語融合学部へ発展させました。これは日本語教育の専門化と多様化を先導する取り組みとして高く評価されています。また ICT の活用や文字教材の開発など、日本語教育が求められる課題に積極的に取り組み、国内外で高く評価されています。さらに2003年からは対馬での漂着ごみ清掃活動を通じ、日韓の学生や住民、NPO と共同して環境保全と信頼構築に貢献しました。韓国人学生の日本就職支援にも継続的に取り組み、職業人材交流にも成果を上げています。2012年には継承語教育の拠点釜山日本村を設立し、日本語・日本文化の継承にも尽力しました。2024年には釜山韓日文化交流協会の会長に就任し、地域社会に根ざした交流の進化にも力を注いでいます。このようにジョン・ギヨン氏は日本語教育を基盤に環境、雇用、文化継承といった社会的課題と教育を結びつけ、日韓相互理解の橋渡し役として尽力してきました。非常にまず嬉しいっていうのが率直な気持ちでですね、私が教員になって、今年で31年目になるんですけれども、その間の活動が認められたっていう感じがして、ちょっと恥ずかしいですけれども、非常にその意味ではね嬉しいっていう気持ちがまずあります。日本と日本語を勉強したきっかけはですね、それは偶然に、ご縁といえばご縁ですけれども、大学に入った時に、釜山外国語大学に私は第一期生として入学するんですけれども、せっかく外国語大学なので、第二外語をやりたいなと思ったんですね。その時にドイツ語を高校でやっていたので、ドイツ語をやろうかなと思った時に、私は歴史が好きだったんです、科目として。でもドイツはあんまりにも遠い国なので、自分が勉強してもあんまり使われないかもしれないと、そういう気がしたんですね。釜山はすごく日本との関係が近いですね。昔から地理的歴史的にずっと長い関係があるので、釜山なら日本語だと思って、日本語を勉強していけば将来は必ず社会に役立つんじゃないかなと思ったんですね。使われるんじゃないかなと思ったので、まずそういう理由で日本語を選択したと。それが1982年、今からすると43年前ですね。それは偶然なご縁ですけれども、それがほぼ50年近く40年以上こうやってずっとつながるとは思わなかったんです。そうですね、一番力を入れたっていうのはやはり、日本語を勉強する若い人材をたくさん育てるということですね。ご存知のように日韓関係はいろいろ波がありますので、そういう政治的な部分とか歴史的な部分を乗り越えるためには、やはり韓国の中で日本語をたくさん学ぶ人が増えないといけないと、それと日本の中でも韓国のことをよく知っている人が増えないといけないと。
なので、そういう、若い人材をたくさん育てるということが一番力を入れてきたということですかね。対馬に、韓国のそのゴミがたくさん流れて漂着ゴミがあったんですね。それは、最初はうちの卒業生が船の会社に就職したんですね。それが対馬と釜山の定期便ができて初めてですね就職したんですけれど、この卒業生が対馬にいつも毎日行き来する中で、対馬の方が非常に韓国のから流れるゴミで困ってるんだ。海岸がきれいな海岸がちょっといつも韓国のいろんな名前のついたプラスチックとかいっぱい流れてきますので、それと困ってるんだけど、これをなんとか韓国人に誤解されている部分があるんですね。韓国よく捨てると、そういうことで誤解される部分があるので、それはなんとかできませんかと言われた時に、ああそうだね、じゃあよかったと。我々日本語を勉強している学生を連れて、それを収集作業、海岸掃除活動をやろうということで、初めて学生連れて行ったんですね。その過程何年かする過程で分かったことですけど、それ韓国人をたくさん捨てるわけじゃなくて、海流の関係で韓国で例えば洪水があったりなんか流れるゴミが海流で日本の対馬とか長崎この辺に漂着するんですね。で逆に日本のゴミはアメリカの西海岸に行くらしいです。ハワイとか、そういうことを住民の方たちに説明したり、学生とそういうボランティア活動をしながらその誤解が少し解決できたと、国際交流につながったという意味ではすごく面白かったですね。そのきっかけで、釜山海大は2005年から、それ活動2003年からですけど、2005年からその時私は入試責任者だったんですね。入試センター長をやってましたけれど、新入生のオリエンテーション全部海外でやる。でそれはもうすごい画期的じゃないですか。海外でやる。で海外どこだ？対馬。直線距離で 49.5 キロです。陸岸で見えるですね。でそれも海外なので学生全部海外に連れて行ってオリエンテーションをやる。で釜山外大は新入生になる前に、学生証より先にパスポートを与える。その文句でコマーシャルしたんです。すごい大反響があって、いや釜山外大はみんな1年生になったら全員ですよ、2500名。船何回も往復します。それで連れて行って、それで大成功しましたね。海外どこでもまずね最初に経験をするっていうのはすごくいいプロジェクトだったと思うし、それがこれからもねなんかできればいいなというふうに思う、そういうエピソードが思い出されます。まず学内で言えば私は退職2年半ぐらい、あと退職まで長くはないんですが、本当は自分が思い描いた日本語融合学部、今は日本文化コンテンツ専攻、日本ビジネス専攻、日本 IT 専攻、これだけでもすごい革新的です。韓国でどこで真似できない、他のところでベンチマーキングしたりしますけど、日本語と他の学問で融合したんですね。なのでそれ画期的だと言われてるんですが、もう少し増やしたいんです。例えばホスピタリティ、日本ホスピタリティ関係とかね。で私中翻訳を長くやってましたので、日本中翻訳専攻とか5つの専攻にしたいんです。今日本は少子化じゃないですか。だから若い人材がたくさん必要なんです。韓国の学生は日本語と英語ができるんですね。もちろんハングルもできる。なので一番近い国で韓国にたくさん日本に来てるし英語もできるので、そういう学生が日本の社会のためにも私はプラスになると思うので、そういうのが私ができればいいんですけど、私できなかった私後輩たちがやってほしいなというのがありますね。それはもう一つは学内じゃない社会的にやりたいのは、私は、今大学の教員以外に、社団法人で釜山日韓文化交流協会っていうのがあるんですね。そこの会長をやってますけれども、その会長任期が4年、今1年過ぎました。で終わった理事長を4年やるんですね。なのであと7年ぐらいは関わることができるんですね。この団体は韓国で一番大きい
文化を中心とした人材交流をやっている団体で、ソウルにもないですね。で釜山のやはりプライドですね。そういう団体ですけれども、年間1,500名ぐらいの若者を交流させます。そのことにもっと集中してもっと日韓文化交流人材交流を増やしたいというのが私の役目であるというのが一つと、もう一つは、今回の首相理由にもあるんですけれども、私が設立した釜山日本村っていうのがあるんです。釜山日本村っていうのはどういう団体かというと、日韓の国際カップルのしてお子さんに、そういえば日韓と韓国の間のある意味でハーフの方たちですね、その子どもさんに日本語日本文化を教える活動です。でそれは、韓国の中なのでみんな韓国化されるんですね。日本語を忘れる場合があるので、その親の片方一方でもアイデンティティを維持する、そういう継承させる活動ですね。それは継承語継承文化っていう教育領域があるんです。そういう研究分野もあるんです。で継承語継承文化を活動するそういう団体ですけど、週末補習校です。そこに35名か40名ぐらい毎週お子さんが来ていただくんですが、先生方みんなボランティアです。ボランティアですけど、これをねなんとかサポートして、今釜山近辺では結構国際カップルが多いんです。でも私の、想像では1,000カップル以上います。でもそこに40名ぐらいしか来ない。でも隠れている方がたくさんいる。でも子どもに自分の言語文化を継承させるっていうのは両国のためにすごくプラスになるので、そういう活動にもっと力を入れたいですね。入れて、それを日本語学校にしたいんです。日本語学校にしたいなという夢を今持っています。2025年度国際交流基金賞受賞を記念して、2025年10月23日、国際交流基金本部においてジョン・ギヨン氏による受賞記念講演会が開催されました。今日はですね、私の、国際交流基金受賞記念講演会を今日、交流基金の本部、ここで開催させていただいて大変光栄に思いますし、またここまで足を運んでくださった皆様方に大変感謝申し上げたいと思います。これから1時間程度、今日のテーマであります韓国の日本語教育釜山からの発信という内容で、お話ししたいと思いますけれども、これは今まで私が32年間にかけていろいろ活動してきた内容を、皆さんに、共有したい、またご紹介して、また最後に皆さんからの貴重な質問を受けたまわりたいと思います。それ始める前に、釜山というところは皆さん多分ご存知だと思いますけれども、韓国で一番南にあります。南にありますし、日本と一番近いところです。ですのでここ小さくて見えるかどうかですけれども、ここに小さい島が一つあります。そこは対馬です。ですので、後でちょっとご紹介しますが、ここまでは 49.5 キロです。普段晴れてる日は陸岸で見えるぐらいです。そのぐらい釜山というところは非常に日本に近い、そういうところにあるということで、まずご紹介申し上げます。それからこれも最後に少しつなげてご紹介申し上げますけれども、ここは私が所属して普段学生に日本語を教えている釜山外国語大学です。釜山外国語大学のキャンパスのメインホールです。これにつきましては最後にまたお話申し上げたいと思います。今日のお話の流れは大体こういう内容でお話申し上げたいと思います。まず釜山について、少しご紹介したいと思います。それから先ほどご紹介にありましたけれども、釜山、海大の日本語融合学部について少しご紹介申し上げます。それから日本語、教育と研究の革新に取り組んでいろいろやってきた活動をまた皆さんと共有したいと思います。
それから最後は国際交流、それから社会貢献にどうやってつなげたいのかっていう話、つなげてきたのかっていう話をしたいと思います。最後は教育の意義とは果たして何なのかっていうことで皆さんとまた意見交換したいと思います。ただ、先ほど申し上げた内容を1時間で全部話ができるかどうかあれですけれども、大まかに内容をご紹介してまた皆さんのご質問に対応したいと思います。まずプサンですけれども、プサンは先ほど地図で見ましたように、日本との玄関口です。日本と一番近いところ。対馬まで 49.5 キロですけれども、福岡までは208キロです。ですので飛行機は35分かかります。なのでソウルよりもっと近いし、もちろん韓国で一番近い外国になります。ですのでプサンというところは歴史的に地理的に非常に象徴的なところです。日本との関係でそうです。なのでプサンは昔から日本との貿易交流の関門の役割をしてきました。皆さんもご存知のように江戸時代は鎖国をしてました。で唯一の貿易港、外国に開かれたところが長崎と対馬でした。で長崎は西洋と中国と取引をしていろんな文明の交流がありましたけれども、韓国とは対馬とプサンでした。なので非常に長い交流の歴史がありますし、朝鮮時代また江戸時代には200年以上にかけて12回の朝鮮通信使が往来しながらお互いの文物、それから文化、いろんな思想を交流したということで非常に象徴的なところで、日本との交流の一つの関門といいますか、非常に韓国でもプサンは日本の方も多いし日本の色が強い、だから日本語がある程度通じる、そういうところでございます。まずそういうところですので皆様からもご存知だと思いますけれどもご理解のために少し申し上げました。そのようにプサンは今も韓国では第1の貿易港です。第2の都市でありますね。ソウルに次はプサンが一番大きいです。それが第1の貿易港で韓国の物流の大動脈と言われます。すべての外国からの品物がプサンまたはソウルの隣インチョンですけれども、プサンが一番大きい港であります。そういうことで私が実は43年前に日本語を初めてプサン外国語大学で、学生として始めました。43年前という1982年ですけれども、その時に大学のプサン外大の日本語科に入って初めて日本語に接したわけですね。ですから日本語と関係を持ったのが43年前ということです。その後日本に留学して、また兵役も済ませて自分の母校に教員として戻るのが1994年です。93年から1年間非常勤で教えるんですけれども、専任として赴任したのが1994年です。その時に非常に自分の母校ですので自分なりにはすごく心の中が希望とそれから新しい挑戦に満ちてました。その時にプサン外大に日本語科自分の母校に戻った時に何をしようかと悩みました。どうすればいいのかっていうことを悩みました。その時に私なりに思ったのがプサンっていうのは歴史的に地理的に非常に日本との近い関門の役割をしてきたので、プサンならではの、日本語教育をしたい、プサンならではの、日本語教育をしたいっていう、日本語教育で一つの大きな拠点を作りたいと、そういう夢を持ちました。そういうことでプサンから、日本語教育の新しい発信をしたい。皆さんご存知だと思いますが韓国は日本よりもっとソウル中心です。日本は昔43の国で成り立っているので、日本はある意味で韓国から見たら地方分権、地方自治体の発展が非常にされているし、各地方に
人材がたくさんいます。でも韓国は朝鮮時代以来中央集権がすごく強い国です。ですので物も人も人材は全部ソウルに集まります。なので釜山っていうところはある意味で非常に、危機感を持っているわけですね。そういうところで私が考えたのは、日本語教育のメッカは釜山だと。釜山で日本語教育のメインを、作りたいと。日本語教育のメジャーにしたいと、そういう夢を持ったわけですね。それから、釜山からの発信をしたいというふうに思いました。その時に、先ほど申し上げましたように私なりに2つの夢を持ちました。2つのビジョンを持ちました。一つが、釜山外大を日本語教育の最大拠点にしたい。ソウルよりももっと大きい日本語教育の拠点にしたいというビジョンを持ちました。それからもう一つは一番大きい、教育の拠点を作った時にその中で日韓の架け橋となる人材を育てたいという夢を持ちました。で私の使命役割がそれだと私は思いました。それで釜山、ここに、橋を、こういう写真を探すの非常に難しかったんですがこういうきれいな橋があります。私はあと50年後100年後は釜山と福岡の間に橋ができると思います。それは夢じゃないと思います。イギリスとフランスの間にドーバー海峡があって地下に、車も電車も通っています。ですので、釜山と福岡も近ければ50年以内、時間かかれば100年以内には私はできると思います。もちろん地上に間に対馬を通るっていうことになると思いますけれどもこういう橋ができる。そういう時にそのものに見える橋だけじゃなくてやはりそれをつなぐ人材が必要だと。もう人間の、人材の橋架け橋となる人を育てたいっていうのが私なりの密かな夢でした。そういうことを目指して頑張ってきたんですけれどもそれが釜山外大の日本語融合学部の誕生につながります。それでこれからはその釜山外国語大学日本語融合学部について少しご紹介したいと思います。釜山外大の日本語学科は1982年に創設しました。設立されました。私第1期生です。私1年生の時にこの大学ができました。1期生として入って1期生で卒業するんですけれども私が戻った1994年も少しは学生数が増えたんですがそれほど変わりはありませんでした。そこで、いろいろ頑張って学科を伸ばしてきたんですけれども一つの大きな転機がありました。それは2006年です。この転機っていうのはその韓国でも80年代は日本との経済交流が多くなります。90年代ピークになります。その時に韓国の金大中大統領が日本文化開放98年始めます。そういう時日本のアニメや日本の文化や歌が急激に入ってまた経済的にも盛んに交流が行われるようになります。その時に韓国の大学のほぼ半分以上に日本語学科ができます。ですからその時私正確ではないんですがその時に数えてみたら今韓国の4年生大学が200校ちょっと超えると思います。私が2000年度から2000年度前後に数えてみたら93校ぐらい90校以上の日本語専攻ができてました。かなり学者数が増えたんですね。国際交流基金の統計にもあるんですがその時代は韓国が世界の日本語教育学習者のトップでした。100万人を超えてました。今世界ナンバー3です。一番多いのが中国100万人ちょっと超えているんですかね。2番目はインドネシアです。3番目は韓国、50万人前後ですね。今は3番目になるんですが、人口比率で見ると韓国トップだと思います。
でもその時は非常に日本語学習者数が多かったんですね。そのぐらい需要がありました。需要があったんですけれども、これが2000年代に入りとともに韓国も世帯間の人口変化が少し起こります。で学習大学の新入生が減るということもありましたけれども、日本語にも危機が来ました。学科が多すぎるっていうところがありまして、学部調整っていうのがあります。うちの大学も釜山ガイドも学部調整、新入生定員調整っていうのがありました。これも全てご縁っていうか運ですけれども、その時たまたま私が入試センター長をやってました。母校なのでいろんな役職をさせられたというかやったっていうかやりまして、入試センター長の時にこれから入試の危機が来るんだけれど、これからどういう学科に人数を増やし、どういう学科に人数を減らすのか、そういう調整をするわけですね。トップ会議でする時に、私が若かったんですが入試センター長だったから私の意見を一番尊重するわけですね。どうしますかと言った時に、私は逆に思いました。みんな減らすという時に私は違うと。でこれから今までの10年間の入試統計を足しまして、どういう学科が一番人気があるのか。当然先ほど日本との関係が経済的交流も多かったので学生数が増えたし、入試も学生数は増えなかったけど入試競争率上がっていったわけですね。日本語科が一番人気がありますと。日本語学科に志願する学生が一番多いと。それでこれから余る入試定員を一番人気のある学科にみんな配分しましょうと。新しい学科を作ろうとしたらすごいお金がかかる。こんな話すると申し訳ないんですが、経済的な問題もあるので一番人気のある学科を中心に増やしましょうと言ったんですね。その時にトップがどこだ、日本語か、それから英語、それから中国語、それから経済学部、釜山外国大学は総合ユニバーシティですので、経済学部もあれば IT 学部もあります。でその時に一番人気がこうなので、これから余ると予想される人数をこっちに配分しましょうと見た時に、その時の委員会の先生方はみんな自分のところに来ると怖いわけですね。学生数のカバーしないといけないので。それで私は私の意見に同意していただいて、日本語学校をもう急激に増やしました。その時多分100名以内、80名70名か、多くては90名ですね。その入試定員を1学年250名にしました。その代わり私は要求したのは学部にしてほしいと。韓国で言えば日本語大学ですね。一つのカレッジですね。日本語学部にしてくれと。その中に専攻を設けてほしいと。その時は4つの専攻を設けました。一つは日本言語文化専攻、それからもう一つは日本通訳翻訳専攻、もう一つは日本ビジネスホスピタリティ専攻、もう一つは日本 IT 専攻を作りました。面白いですね。日本語と IT をつなげる。これはもう誰も考えてもいない発想でした。その理由が私のドクター論文が日本語教育とコンピューターです。なので私はもう文系でコンピューター詳しくないんですが、これからは IT の時代、コンピューターの時代なので、言葉だけではダメだと。言葉プラス内容を一緒にやらないと学生は卒業した時になかなか進路が難しいので、そういう融合にしましょうということで、若い先生たちと意見を合わせて、そういう日本語学部、日本語で言えば学部ですね、学部を創設しました。でこれがある意味で機器ですね、機器を機械に変えたという意味で逆発想ですね。これは大ヒットしました。もうそれで日本語学科に学生がすごく来るようになって、大学もすごく嬉しいわけですね、日本語学科に。そういうことでこれが少しずつ変わります。日本語学部から日本語融合学部、その時そういうクリエイティブなことを入れました、途中で。でこの時は一番ピークな時で学生数が複数専攻入れると1000名超えてました。
その後に2020今の現在ですね、これは何年前の、工場改編で、日本語融合学部にして、今は韓日文化コンテンツ言語文化ですね、もう一つはビジネス日本語、それからもう一つ日本 IT です。こういう組織で今学生を教えてます。でその間に少し大学の編成が変わりまして、その中でですね、専攻の選択の仕方が変わったんですね。昔は1年生から日本語学部に選択してもらったんですが、1年生の時専攻をなくしました。自由専攻にして、で2年生から専攻を選ぶようにしたんですね。なので今は2024年ですね、今年の2025年に選択した学生のデータによると389名400名弱が今2年生日本語学部を選択しました。400名、というのは、全体でいうと15%から 20% ぐらいが日本語を取るということになりますね。ですのでもちろん一番メジャーです。日本語学部が1学年400名だとすると1年生はないとしてもあと3年後には1200名が超えるわけですね。で面白いのは釜山外大は日本語が入試でもトップだし規模的にもトップです。その後に英語学部がある。英語学部が、うちの半分、中国学部はもっと少ないわけですね。なのでこういう学部を作ったっていうのは非常にある意味で、周りから新鮮な目で見ていただくということになります。ちょっと日本語学部の話がちょっと長くなって申し訳ないんですけれども、私どもの日本語学部融合学部は国際交流と日本語修飾に特化した学部を目指しています。それから内容的な融合専門家また内容的に融合させるということです。それから韓国で一番最大の日本語教育拠点を作ったと言えると思いますけれども、ここには2つの私の考え方が入っています。なぜこうなのかと言ったら、私の教育理念、昨日の受賞記念スピーチでもお話申し上げたんですが、私の教育理念には日韓関係が合理的じゃないと思っています。歴史的に感情的だと思います。これを合理的に変えないといけない。その時に、合理的な日韓関係構築のための人材養成、合理的な日韓関係を作る若い人材を作りたいっていうのが私の教育の理念です。そういう人をたくさん輩出したいっていうのが、そうしたら合理的になっていくんじゃないか、底辺を広げればっていうのが私の考え方の一つですけれども、もう一つは質からは量が出ない、量から質が出る可能性があるというのは、たくさんの日本語学習者を育てていけばすごい偉い立派な卒業生に出てくるわけ。昨日も卒業生代表が来ましたけども、今日もいます。で私より立派な卒業生が中にたくさんいるわけですね。それはなぜかというと量から来る。で質ではソウルに勝てない。ソウル大とか先ほど韓国海大とお話もしてくださったソウルの海大、韓国海大と言います。韓国海大に勝てない入試成績では。でもたくさんの量を出すと勝つ時が多いんです。なので私はそういう2つの自分なりの考え方でこういう拠点を作るっていう意味があったと思います。それがですね、また政府に影響しまして、教育部の特性化事業っていうのがあるんですが、全国で日本語科で唯一選ばれまして、年間1億円ですね。韓国でいうと9億円ウォンですけど、1億円を毎年一つの学部に投資するっていうのはすごいことですよ。これで5年間やったら外国語ガラッと学部が変わるわけですね。全ての学生が海外に出る。いろんな教育ができる、そういうことになるわけですね。それで学部がだいぶ発展したんですけれども、学生はすごくいいんですが先生は大変です。このお金は先生は使えない、学生のために使わないといけないので、先生からは駆除が多かったです。給料と関係ないので、そういうことだけど私は
学生のためにこれやらないといけないというふうにお話ししたわけですね。それからもう一つは先ほど、日本語だけじゃなくて日本語プラスアルファでしょ、IT だったりビジネスだったり、そういうことは専攻の専門家多様化につながるわけですね。で言葉だけでは手段ですのでなかなか日本語できる人が多くなってくるし、日本と交流して日本で住んできた方の方が日本語うまい場合も多いし、それではなかなか競争力がない、就職に難しいということで日本語プラスアルファをつけたわけ。ビジネス、IT、文化などですね、ホスピタリティ、それから中翻訳、こういうことでそういうことを融合させたっていうのは学術的に実務的に真のを支える一つのアイデアを出したと、そういう学部にしたというふうに周りから評価をいただきました。ここまでが日本語学部のご紹介ですけれども、ちょっと長かったんですが、これから日本語教育の中身、教育課程の革新研究について少し触れていきたいと思います。まずは先ほど申し上げましたように、私の博士論文が日本語教育とコンピューターだったので、教育課程に ICT を取り入れ始めました。それを入れた理由はそこまでの教材はテキスト教材、それからカーセットテープですね。そうすると学生は読み書きはうまいんですけれども話す能力が非常に遅れている場合があると。それがカーセットテープだったりしたんですが、これは90年代の半ばぐらいからの話です。その時日本にもなかなか行けない。そういうことなので ICT を取り入れてコンテンツを作ることで学生は繰り返しコミュニケーション能力、またその活用能力までつなげる、そういう教育ができると私は思ったんですね。そういうことでコンピューターをどんどん取り入れました。それで取り入れる時に最初はもちろん90年代半ばと後半ですので日本語と日本語ワードプロセス実習とか日本語とインターネットとかこういうことです。でもそれが最近発展しまして、日本語でウェブページを作るとかもちろん IT 言語はナショナル言語ですので、外国語と私は IT のプログラム言語は同じだと思います。どっちも外国語だと思います。そういうことで、もう一つに言語を覚えると、それがプログラム言語ですね。そういうことでどんどん入れまして、今はもう半分は日本語 IT 専攻は半分は IT 関係を勉強して、その学生が日本に就職しているわけです。そういうことで、その後サイバー大学とも連携をするんですが、サイバー大学は日本ではそれほど放送大学とかありますが多くないんで韓国結構流行っています。で22の今サイバー大学がありましてサイバーだけで学位が取れる授業ができるところです。で釜山外大は OCU オープンサイバーユニバーシティというところとコンソーシアムを作ってますが、ここは現在88の大学をコンソーシアムを結んでます。で教養講座はここで一部単位を認めるようにしてます。でここはOCU チーム OR チーム系もあれば AC チーム系ある2つの大学があるんですね。でOCU だけで教養講座じゃなくてだけで単位その学位を取るコースがあるんですが、そこの日本語学科を私が設立しました。それが2002年度です。そこ主任を兼職したんです。今はそれがちょっとなくなったんですが、私大学戻ったので兼職じゃなくなったので、今はもうその OCU チーム AC チーム系ある OCU 大学の日本語学科がなくなってきてるんですが、その時サイバー大学で連携しまして、その時たまたま日本の国立国語研究所から、日本語学習サイトコンテンツを作るプロジェクトをいただきました。そのコンテンツを作って OCU の大学で私講座を開きました。すごい人気がありまして、年間500名以上、多い時は1000名ぐらいの学生は私講座を聞くわけですね。その後10年以上続くんですが、こういうことで教育課程の革新を試みました。それからもう一つはちょっと少しスピード上げますね。あと30分くらいで終えないといけないので、あとたくさんあります。なのでスピードちょっと上げます。これは韓国型 IS 連想法という文字教育にまた変化をもたらしました。これは何かというと
IS っていうのはイメージとストーリーです。昔は文字を書いて覚えて、またはイメージで覚えてっていうのがありました。でもそれはなかなか時間がかかります。で、高校、中学校、大学でも文字学習にもすごい時間、1ヶ月以上、または半年、高校とかでは半年ぐらいかけて文字の勉強をするわけですね。でもこれは、各県部集知念弘子先生っていう有名な先生がいらっしゃいまして、ここにちっちゃく名前があるんですが、その前に私のハングルの名前もあります。その先生の研究で IS 連想法で文字を教える習得するのが、いろんな言語で開発されています。日本語バージョンで。それは証明されて効果がいろんな教材ができているので、韓国バージョン作らないかって言われました。名古屋海大の今もう退職された先生ですが、姉妹大学でした。その先生と共同プロジェクトで、2005年から2007年3年間にかけてプロジェクトをやりました。日本の科研費をいただいて、その時このカードを出版されてます。このカード教材ですが、これはイメージとストーリーをつなげると覚えて記憶に長期定着するのに効果があるという証明がされてるんですね。例えば「あ」といえば韓国型ですけど、「あ」といえばただイメージで「あ」の文字を絵を想像するのではなく、ストーリーを入れるわけですね。歯医者に行って虫歯ができて「あ」にしたとかね。そうするとイメージとストーリーが残って長くそれを覚えられるし、早く覚えられる。それで48分っていうのは50の音数の日本語の文字を48分で覚える、1時間で覚える。実験したら本当にそうなりました。それでこれが中学校高校で結構愛用されまして、今も使っていただいております。これ韓国型初めての IS 連想法のカード教材です。非常にこれは人気があるというか効果があると私は思います。自分のことで申し訳ないんですが、その他のプロジェクトは国際交流基金と関連があるんですが、 JGAP っていうのがありました。ジャパニーズグローバルアーティクレーションプロジェクトっていうのがあって、これは非常に面白いんですけれども、国際交流基金が JF で世界の日本語教育の標準化作業を始めたんですね。でこれはヨーロッパでもすでにありまして、ヨーロッパ言語でセパールっていうのがありました。言語を6段階でA1、A2、B1、C1、C2 まで6段階で分けて、その評価するわけですね。そうするとこれはアーティキュレーションというのは何かっていうと、連続性、連携性っていう意味があるんです。ですから日本語を例えばアメリカで勉強して韓国に交換学習で来る場合もあります。でそうした場合、この人のレベルが韓国で評価する基準とアメリカで評価する基準違うわけです。それを日本の国際交流基金で統一化、標準化しましょう、ヨーロッパみたいにのがプロジェクトがこのプロジェクトです。このプロジェクトはですね、5年間4年間ですかね、4年間続きました。でその2012年から2014年まで、やりまして、世界の12の重要拠点の国の代表者が集まって各国でそのアーティキュレーションのスタンダードを作りましょうということです。でそれで韓国は私が委員長になりました。その時にいろいろ私を助けていただいたというか支援していただいた方が、日本語教育学会の当時会長の尾崎明人先生とか、東坂康彦先生、カリフォルニア大学のですね、そういう先生と共にこれグローバルプロジェクトをやったわけです。で韓国でそれで標準化を作りました。スタンダードを作りました。それで面白いのは、このスタンダードの目的は横の、先ほど申し上げた横のスタンダードですね。その前に縦のスタンダードを作りましょうということ。縦っていうのは何かというと、ここにもありますように、その時のプロジェクトのやる時の写真です。中学校、高校、大学で連続性、連携性を作りましょうということ。どういうことかって面白いんですが、例えば高校で日本語学習者が多いです。勉強して大学に来たと。評価基準がスタンダードで連続したものがないので、みんなゼロベースから始めます。だから高校で勉強して、例えばA2 ぐらいまで勉強したのにゼロレベルで入るわ。だから大学も学年別授業ですね。1年生初級、2年生中級、3年生後級、こういう感じです。
なのでもう分かってるのにゼロベースから入る。まあそういうこと、これはちょっと効率性が悪い。このプロジェクトやりながら分かりました。その前も悩んでました。これをどうすればいいのかって悩んでましたけど、このプロジェクトのおかげで韓国でも中学高校大学の先生が集まってスタンダード作りましょう。例えば高校で A2 までやったら大学来たら、少なくとも A2 または B1 から始めましょうとかね、そういうスタンダードを作ったわけです。非常に意味がありまして、それで、その結果、韓国型標準化日本語教育スタンダードができました。これは CAN-DO と言います。CAN-DO で評価するわけですね。だから面白いのは日本語教育の発展の過程が昔は分かる授業でした。覚えて分かる。でどのぐらいできるのかの評価です。これできるの方に変わってくるわけですね。コミュニケーション能力も測定できるということで変わってくるわけです。そういうことで、これで確率が一つできまして、その成果物はこの2つの本にあります。2つの本にありまして、そのプロジェクトの結果がちゃんとこの中にありますし、この結果釜山外大のカリキュラムが大きな変化を迎えました。なぜかというと、日本語教育は学年別に教育をストップしました。すごい反対がありました。でその時英語科もやりましょう、中国語やりましょうってみんな失敗しました。日本語科だけがレベル別授業を始めています。1年生入った時に私どもが作った6段階韓国型標準化の基準によって、決めたら授業も初級中級じゃないんです。 A1、A2、B1、B2、C1、C2 じゃないんですが、 C1、C2 はもうネイティブスピーカーレベルです。なので韓国型はもう少し細かくしました。 A1、A2、B1-1、B1-A2、B2A1、B2A2。これで B2 までを、B2 はN1 以上です。なので B2 までで6段階にしました。C1、C2 はもうネイティブスピーカー大学院生レベルなので、他の領域ですね。日本語レプスタンダードでは C1、C2 があります。なので私は多分C1 かC2 かになるかどうかっていうぐらいですね。C1 ぐらいだと私は思いますけれども、ディスカッションができるぐらいですね。それから C2 になるとクリエイティブにならないとダメですね。そのぐらいの自分の母国語も測定できるわけですね。そういうことでここの写真の関係で載せられなかったんですが、このことで教科書じゃないけどキャンドリスト、釜山外大学のキャンドリスト本を作りました。で学生は教材ないです。そのキャンドリストを見ながら先生が毎週自分なりのそのレベルに合った授業ができるわけですね。これは他の大学で、普及させようと思ったんですが、先生方の専門領域とぶつかってできないんです。釜山外大はなぜできたのか、やっぱり先生方の協力でもう喧嘩しながら強力に作ったわけですね。これトップダウンじゃないとできない。そういうことで韓国で釜山外大が宣伝できるのは融合教育とレベル別授業です。1年生入ったらもうその職位じゃないですよ。高校でも N1 取ってくる学生、会話テストしてあなたはもうP2A2 もいらないと、そのまま日本に行きなさい、3年生授業内容学部の方に選択しなさいというふうに指導するわけなので、学生にとって非常にリーズナブルですね。そういうことで、それともう一つの革新は韓国の先生で自分の科目で喧嘩っていうとあれですけど自分の科目の縄張りを主張するんですね。なのでこの言語の教育は韓国人の先生はダメ、全部日本人のネイティブスピーカーにお願いしますということで全部変えました。なのでそういう革新っていうのはなかなか私はできないと思います。これを私の後輩たちが維持してほしいなと私は思います。それでもうあと20分ぐらいしかないと申し訳ないんですが、タンデム授業もこれ簡単にしますね。これは西洋からヨーロッパドイツから来たんですけど、タンデムっていうのは2人乗りの自転車です。レンゲージエクスチェンジです。でもタンデムは自立学習で開発されたヨーロッパの言語教育の方法です。これを教室化したのは釜山外大。ドイツ語科の先生と私と中国科の先生がプロジェクトで作りました。これ大成功しまして、この授業の半分は日本人です。最近韓国でも日本から留学生が多いですね。
ベトナムからでも、でうちの外大はいろんなタンデム授業、ベトナム語、英語、中国語、もうフランス語、タイ語。うちの外大では1000名以上の留学生、1500名ぐらいいますので、各国います。その学生が必ずこの授業を取るように進めています。で、韓国人半分、日本人半分でお互いに言語を教え合うわけで、3時間ですけど、1時間はとにかくもう目標言語。日本語、韓国タンデムなら日本語。それからもう1時間はハングルと日本語ですね。日本語とハングルをお互いに教え合うんですね。それを教授法で開発しました。これは言葉とか文化の勉強、それから民間交流、総合理解、それから自立学習という大きな4つの目標があるわけですね。これもすごくいい、私が言うとあれですが、私の授業、私はこれしかやらないんです、今は。半分半分ですね。だから非常に面白い授業で、韓国、釜山会で来た日本の学生を全部取ります。それでただ日本人の学生がうちの大学には130名前後いますので、日本語学部の学生の方がはるかに多いわけですね。それで1対1にならないんです。で、競争です。韓国の学生は。で、申請して面接します。日本の学生 100% 入れます。そういう感じでやるんですが、これ非常に学生には人気があって、1学期、1セメスター、2人でずっとやってると、留学行くのと同じです。すごいいい友達ができて、コミュニケーション能力が伸びます。これはインプットの授業じゃなくて、アウトプットの授業です。そういうことで非常に革新的な授業を作ったというふうに話せるんじゃないかと思います。それと先ほど釜山会では国際交流を特化していると申し上げました。こういう国際交流をちょっとやってきましたけれど、私が赴任した時は日本語学科に日本の大学と姉妹提携している学校は一つもなかった、大学一つもなかった。それで初めて2000年度に私が東京学芸大学の客員研究員で来た時に、サバティカル来た時に、明海大学と初めてサバティカルの時に姉妹提携をしました。それがスタートです。それがずっと流れてますが、今日お茶の水大学の名誉教授の森山真先生も来られておりますけども、お茶の水大、早稲田大全部提携を作りました。それで今は101の機関と提携をしているわけですね。それで面白いのはこのぐらい多くなりました。北海道からね、南のは九州宮崎大学まで。で、こんなこと申し上げるとあれですが、8割9割は私が関わっています。なので非常に私は学生、釜山外大日本語融合学部に来た学生は希望さえすれば全部日本に行けます。こういう宣伝文句ってすごくいいじゃないですか。日本に行きたい学生はどうぞっていうこと。そういうことで私は非常に意味があるというふうに思います。我々が教えられないことを日本に行ってことを学んでくるわけですね。それでこういうことが民間のつながり、学習者のつながりが民間交流、民間のつながりに拡大していくわけです。教育はそのぐらいにしまして、これからは国際交流と社会貢献について少し申し上げます。